皆さんこんにちは。 C のグルメ旅、前回に引き続き中国重慶グルメ旅。今回のテーマは重慶異世界激辛グルメ。地元の人たちが本当に通うお店を巡っていきます。重慶名物ラーズーチー発祥のお店、連日大行列の激辛麺やシビ辛感じる火鍋店、サイバーパンクな街で出会った激辛チュワンチュワンシャン、そして深夜まで大人気のザリガニ店へ。 HD 都市とも呼ばれる重慶、そんなこの街のグルメをたっぷり堪能しました。ぜひ最後までご覧ください。うまい。今日はめちゃめちゃいい天気、晴れました。ということですね、お外で食べるスタイルの正面屋さんの大人気店に来ました。毎日すごい行列ができるお店ということで、ここで今日はお昼ご飯を食べたいと思います。見て、とんでもない行列です。こちらのお店はチャオジーリンバンタン麺です。街角タイプのお店で、ここから買って後ろ側のお席で食べるスタイルのお店で、ローカルの人に大人気のお店ということです。2つと、あとこれ1つと、あとこれ1つ。アリペイ次々人が来るんですけど、注文は翻訳で結構優しく取ってくれたんでやりやすかったです。これが一番人気のワンザー麺。一番最初に食べた重慶正麺と同じワンザー麺なんですけど、こちらのお店はどう違うかな。辛さもあんまり辛すぎるのはあれだよねみたいな感じで言ってくれて、辛いの好きですとは伝えたけど、辛さ控えめって言ったけど、まあまあ辛いです。辛くてうまい。これでちょい控えめなんだとしたら、もう普通のやつは結構辛いんじゃないの。もうよく混ぜるとこうなるわけですよ。ここの肉味噌が一つ一つが結構大きくて美味しいです。でこの黄色いエンドウ豆もうたっぷり入ってるので、こう混ぜて食べるとコクと辛さと豆の甘みとお野菜のシャキシャキ感が一気にグッと口の中に入ってくる感じです。続きまして牛肉麺、これ食べてる人がね結構多かった。地元の人はどっちかっていうとワンザー麺よりもこっち食べてる人が多いんじゃないかな。ちょっと見た目は結構辛そうなんですけど、これ美味しいね。牛肉も結構大ぶりで、ある程度しっかり歯応え残されてるんだけど、この麺と一緒に食べるとすごく美味しい。野菜がチンゲン菜とこのパクチーが大量に入ってて、このゴロッとした牛肉で一気に食べるとパンチはあるんだけど、日本人でもスルスル食べられちゃうぐらい美味しい辛さです。個人的にはあまり辛すぎないこの牛肉麺、この味がうまいわ。そしてこのお店は平打ち麺もあるっていうことで、ワンザー麺の平打ち麺味も頼みました。味は一緒なんだけど、平たい麺の方が食べ応えはありますね。でもやっぱ細麺の方が合うかな。細麺の方が合うような気がする。辛さは感じづらい。そうね。辛さ苦手な人は平麺の方がいいかも。ここでも牛肉麺がうまくね。でもみんな頼んでるの見ると半々ぐらいですけどね。もうヨーグルトがないとダメかもしれない。辛い。やっぱり後から来るんだよな。やばい。いや、マーラーの麺の食べ方をね、反省しないといけない。すすっちゃいけないんだよね。舐めてました。ここも辛いです。でもうまい。もうお腹がいっぱいではないんだけどベジタブルこの牛肉本当にうまいわ。辛いけどでもすぐない。こういう店とかチーが見つけてくれたの。辛いけど人気な理由が分かるぐらいとっても美味しい正麺屋さんでした。ということでごちそうさまでした。重慶の高低差がどんなもんなのかっていうのを皆さんにご説明したいと思います。ここは車道でバスとかタクシーとかも通ってますよね。そしてラッフルズシティがこちらにあります。こちらのショッピングセンターの中に入っていきたいと思います。こちらが入り口のようですね。下ってるけど奥にエルゴって書いてありますね。まさかのここ5階でした。ということは6階にいたっていうことですね。とりあえずエレベーターで1階まで降りてみましょう。
1階に降りましたので、朝天門広場の方まで向かってみましょう。こちらが朝天門広場です。奥の方まで行ってみましょう。はい、この1階と思われたこちらもまさかの3、4階ぐらいでした。まだまだ下があります。ここは全部階段なんだね。まだあります。嘘。ついに近づいてきた。あれ、ここからさらにある。一番下までさらにあります。ここに来てやっと1階に来れました。厳密に言うともうちょっと階段はあるんですけど、一応ここが地上ということで、こちらが朝天門という場所になりまして、京港と下陵港がぶつかる奇跡の合流点の場所でもあるんですけれども、昔は皇帝を迎える門だったんですね。ここの場所からどんどん港町として発展をしていった、そんな場所になります。さっきの下りから行くとかなり地下の方にあるので、朝天門見逃すところでした。やだ、階段で登るしかないの。棒を抱えてる人たちは何待ちなの？荷物待ちっていうことだよね。そしてこの道を歩いていくと本ヤードの下の方の道までつながっているんですね。重慶の高低差をより感じられる場所ということで、こちらに来ました。ホアングワン大風ディ、巨大なですね、長いエスカレーターになるんですけれども、長さが全長112メーターで高低差が50メートルぐらいある長いエスカレーター、約2分半かけて地下の方に一気に地上から降りられるそうです。エスカレーターを生活のインフラの一部に組み込んで住んでいる人たちは日常的に使っているということなので、実際に降りて一気に地下の方に行ってみたいと思います。 WeChat Pay で払えます。じゃあ行きます。はい、結構スピード感があるやつだ。早い。早っ、怖っ。すげえ。ちょっと怖いわ。これすごいね。ちょっと日本では乗ったことない速度のエスカレーターなのよ。一気に112メーターを駆け下がってるエスカレーター、もちろん登ることもできます。片道2軒だから行って戻ってくると4軒かかる。降りてからすぐ押してなかったからあれですけど、約2分半で本当に112メーター一気に下がってこれました。出口から上がって見てみましょう。こっから見るだけでも道路が何層にもありすぎる。これはですね、バスで行くとなんと30分かかる距離をエスカレーターを斜めに下らせることによって一気に2分半で降りてこれるっていう、効率よく移動できるようになってるっていうことなんだそうです。ここがかの有名なビルの中に電車が入っていくスポットということで、こちらに向かいます。おー、上に電車があって、でも下にも普通の道があってつながってるの。あ、これきつい。あー、おー、すごい入ってく。みんな同じ絵面を撮りたくて必死や。出口がそのまま商業ビルにつながってるっていうすごい観光駅。お土産も買えちゃう。地下鉄の出口を出るまでが長すぎる。やっと見えた。あ、人がやばいよ。着きました、リージーバー駅。こちらです。建物と駅と住宅一体化してます。なんでねこんな駅になったのかっていうところをちょっと調べてみたんですけれども、重慶は人口が多くて山と川が多かったということで、人々がたくさん暮らす必要もあったけどインフラも整えなきゃいけなかったっていうところで、建物と電車を一体化するっていうのが革新的な駅づくりになったということで、このような駅ができたということなんだそうです。ちなみにこのリーズーバー駅は6階部分が駅になってまして、1階から8階までは商業施設、9階から上の16階までが人が住める施設になってるっていうことです。人口の多さと高低差っていうのをうまく共存していくためにこのような駅ができたっていうことなんだそうです。今度はラフルズシティのすぐ隣にありますこちらのビルの高低差を見ていきたいと思います。洋服の卸売などが行われているビルになります。今は2階です。3階です。4階なのにまさかのここも地上なんです。不思議ですね。さあまた中に戻ります。どんどん上がります。5階です。6階です。7階です。8階に来まして、ここはまさかのさすがに外今は8階にいます。ちなみに上りしかないんですけれども、4階からここまで一気に上がってこれるエスカレーターがあります。回数バグるな本当に。9階、おおすごい吹き抜けです。10階です。11階です。
最上階ですね。こっから外に出れるようになってますね。屋上かな？屋上じゃない。タクシーあるよ。ここも地上だったんですね。タクシーある。と見せかけて置物でした。こちらは12階の屋上でした。ということで重慶の高低差、皆さん感じていただけましたでしょうか。なかなか地図で回るのは難しいけど、歩いてるとなんとなく下の道路と上の道路があるんだっていうことは理解できました。なんで観光地にはパイさんがないの？あ、これじゃないの？これじゃないの？はい、今日は観音橋エリアというところに来ました。ここはですね、中心地から車で約20分ぐらいで来れる場所なんですけれども、こちらザリガニが人気のお店で晩ご飯をいただきたいと思います。ここのお店はですね、ザリガニだけじゃなくて四川の家庭料理も食べられる、もう重慶の中でも大人気店。見てください、右から左までものすごい広いんですけど、店内と外全部今満席です。7時半に予約をしようと思ったらすでに70組待ち、大きい席も含めると100組待ちになってました。重慶の人たちに大人気のこちらのお店、どんなお店なんでしょうか。行ってみましょう。ライブ会場みたいになってんじゃん、これ。すごすぎ。ここが全部待ってる人たちなんだね。中国の夏の名物といったらザリガニですけど、もうみんな先取りしてるんですね。待ち始めて1時間半ぐらいですね。今つまずきました。お若すぎ、それ。メニューは QR コードではなくて、このメニューから店員さんに注文する形でした。一番人気のザリガニ、こちらを2斤頼みました。ザリガニはサイズによって値段が変わりまして、この上の製品の方は大きなサイズなんですけど、今日はもう売り切れちゃってて、この標準の方を頼みました。みんなこれ食べてます。もう一つのこのお店の人気メニューがカニっていうことだったので、こちらのカニを頼んだんですけど、味付けはマーラーだとかぶっちゃうので、こっちの方にしました。探しましたね。いい店ですね。日本人は一組もいませんけど、開放費のあたりは結構火鍋屋さんは集中してるんだけど、それ以外のご飯の店っていうのがなかなか見当たらなくって、まあでも DD 安いんでちょっと足伸ばせばいいかな。7時待ちとかまずない。平日だよ。いやだから週末はもう無理だよね多分。ただすごいなと思うのが、70組とか待ってたらもう現実的じゃないって日本だったら思うと思うんですけど、広いのと回転が早いんで、中国だと結構70組ぐらいだったら現実的に1時間とか2時間ぐらい待ちで入れます。手袋が分厚いです。わ、結構大きい。もともとここを前評判で見てた時にザリガニのサイズが大きくて美味しいって書いてあったの。だから標準のザリガニでも今まで私たちが上海で食べたとかよりは大きいはずだよ。ここに味噌が入ってます。うまっ。このおろしニンニクの方は辛さはほぼないですね。あ、でも剥きやすくなってる。うん、いろいろ処理されてますね。めっちゃ、うわー、ハサミの肉食べるよ今回は。確かにこのザリガニ手がでかい。超うまい。ガーリック味の方はもうこれでもかっていうぐらいガーリックが入ってて、ザリガニが全部で12匹ぐらい入ってる感じですかね。辛いのが苦手だよっていう人はこの味付けにすればかなり美味しく食べられると思います。次が、牡蠣が来ました。牡蠣でかっ、熱っ。牡蠣もこれでもかというぐらいニンニクが乗せられてて、牡蠣のサイズ自体が大きいからか春雨自体はそんなに乗ってないです。牡蠣はギリギリな。これがほぼないとしたらこっちは8、あ、10がマックスで辛そうやけど美味しそう。まだパンチありますね結構ね。味噌が全部たっぷり入ってる。
マジでうまい。マーラー辛いのちょっと最高ですね。ザリガニは頭の部分が切ってあって、ここにタレの味が染み込んでむちゃくちゃ美味しいです。マーラーは結構辛い。めっちゃ辛いってわけじゃん。最初の全部が美味しくなるような配合されたマーラーの味付けのザリガニって感じ。どこまで食べるんだろう問題。唇の周りがヒリヒリしてきた。正直マーラーの方が好きです。ただニンニクの方もこの味噌の旨味をより感じられる味付けで交互に食べてめちゃうまい。あさりの炒め物。見た目に反してマーラーは辛すぎず美味しいですね。完全におつまみって感じだね。でエプロンあったよ。宝の山です。味噌がやばい。ここのやつマジでやばいですけど、食べてみると本当にうまいんですよ。正直エビより全然うまいんですよ。味噌が入っててちっちゃい毛ガニなんですよ、味が。ここに来てるおー、なんか美味しそうだ。ザリガニの旨味も入ってるんじゃない？うまい。ちょっとザリガニの味もするんだけど、おろしニンニクを入れたことによって麺との辛みとこの風味がガツッときてめちゃめちゃ美味しいです。続きましてカニです。頭も外してあってこういう感じでいただきます。カニめっちゃ美味しい。新鮮だから甘さがやばい。味付けはこれ結構甘辛い感じかな。スイートチリみたいな感じかな。食いづらいからマーラーにしちゃった。胴体自体はそこまで大きくはないから手が結構でかいんで、これが食べ応えある感じになってます。カニ以外は刻んだレンコンとかネギとかも入ってて、あ、でも結構辛い。裏切りの辛さ。いただきます。うまい。後から来る辛さで言ったらこっちの方が来んじゃない？なんで重慶あるある。一瞬辛くないのに急に辛い。ここはデザートの種類も結構多くて、お店の店員さんに聞いたらなんかこれが美味しいよって言われたんでこれ頼みました。いただきます。あ、すごいわ。なんかこれまあまあ味がないミルクのかき氷の上にマンゴーソースと芋が乗ってて、その中にさらに寒天と小豆が入ってるって結構盛りだくさんスイーツでしたね。ここのお店はぜひ来た方がいいです。マーラーをまた違う角度から海鮮で美味しく味わうことができます。とっても美味しかったです。急にものすごい山道を車で登ってますけど、むちゃくちゃ景色もいいし空気も美味しい。こんなところに発祥のお店があるんだろうか。ただいま伝説のラーズーチ発祥のお店に向かっております。ねえ、ロープウェイめっちゃあんだけど、あそこに。あれ乗りたくね？あれ乗って下ってきたいんだけど。ラーズーチ出ました。おはようございます。今私はガーラーシャンと山の上に来てるんですけれども、ここはですね、なんと四川料理ラーズーチーの発祥のお店と言われているお店です。今日はこちらで本格ラーズーチーをいただきたいと思います。林中楽ラーズーチー、発祥は1980年から90年代頃。お店があるのはガーラーシャンの山の上。もともと山の食堂、そこからスタートしていったっていうことですね。中に入っていきましょう。3階じゃないですか。3階3だ。先生、今本当お店やってないかなと思ったけど、匂いはするんですよ、ラーズーチーの。ラーズーチーの匂いします。ただちょっと普通の人朝10時からラーズーチー食べないんじゃないかな。電気ついてないしね。やってない。伝説のラーズーチーだから。まだ早いからってことですよね。やっぱ重慶に来たら、四川に来たらラーズーチーを食べないとね。いい見晴らしじゃないですか。
ラーズチなんかでかいのがある。すごく高いんじゃないこれ。256元ってなってんだけど。違うでしょ。これ違う？整只鸡大概4到6斤。ちょっと待って、翻訳が本当やばいわ。犬の体重およそ4から6キロってなって。難易度高いよ。最小の量がその256元なんだって。そうなの？ラーズチってこんな高いんですか？2人じゃなくてよかった。山奥に来て6000円ぐらいするラーズチを頼むことになるなんて。大事なのはでも味ですから。厳密に言うとラーズチの発祥っていうよりは今の現代で食べられている大量の唐辛子とカリカリの鶏肉を合わせたものをこちらのお店が開発されたということみたいなので、その店で食べることに意味があるでしょっていうことで来たんです。なんか元を取りたい。ではいただきます。ご飯とね。あれだね。鶏を丸ごとぶつ切りにしてるんだね。ここはなんかちょっとジューシーなぼんじりみたいなところ。いただきます。辛いかな。最初感じないかもしれないです。後から。味付けはすっごい美味しい。鶏のプルプル感と、うわ、油が少ないというか揚げてるような感じなので、食べた瞬間はそんな来ないんだけど、後からふわっと唐辛子の香りが広がってくる感じかな。山椒も結構入ってるから全部の部位に骨が、これ多分割合的に言ったらさ、唐辛子3分の2で1が鶏って感じよね。強い。これ肝じゃない？肉の部分は結構地鶏っぽい感じで固めですね。これはもう鶏をそのまま素揚げしましたみたいな感じで、鶏の全部の部分が刻んで入ってるから、骨ついてるとこもあるし、骨ついてないところもあるし、内臓も入ってる、足も入ってる。肝です。男がなんかやろうとしてる。もう辺り一面唐辛子だらけ。唐辛子の山から食べる部分を探すみたいな、そんな感じです。見た目に反して辛さは全然辛くない。こんな感じで一口よりもちっちゃいぐらいのサイズに細かく鶏が刻んであるんだよね。あと山椒の香りは思ったよりもしないかなって思う。鶏の足食べるとこある？食べるとこなくないですか？いや、その薄皮なんですよ。これだけ？だけです。野菜炒めシャキシャキで薄味で、中国の田舎に来た時のことを思い出すな。ね、本当に嫌だよこれ。どう見てもトサカじゃねえか。本当すごいこれ。鶏全部入ってるよ、全部の部位。これわかります？トサカですよこれ。チキン揚げる。食べてみて。美味しそうなんだけど。のゼラチン。うまい。鶏ってトサカまで食べられるんだね。食感楽しみ系です。ちょっとずつだからお腹の家族は。もうちょっとなんかね、ももの部分とか大きめに残してもいいんじゃないって思うけど、細かく刻むのがこのラーズーチーなのかな。今まで食べてたラーズーチーはすごい食べやすく改ざんされたものだったので、多分。食体験です、これ。ラーズーチーがなぜ生まれたのっていうところを調べてみましたら、もともと発祥のガーラーシャンは昔田舎の山エリアでした。山ですよね、今もね。で冷蔵庫がなくて、鶏は貴重なタンパク源なんですが、長く保存する必要があったそうです。そこで大量の唐辛子と油で炒めることによって保存性がアップする。重慶は比較的年中湿度が高め、霧の都って言われるレベルでもう湿度が高いんですよ。唐辛子を大量に食べることによって湿気を飛ばす。中国の医学的発想って奇跡は本当かな。で、あともう一個、少ない肉を多く見せる。昔はお肉が貴重だったんで、唐辛子でかさ増ししてたくさん肉が入ってるようにして豪華に見せよう。確かに探してるもん今。結構食べるのに時間かかってるから、この肉の総重量でパッと出されたらみんな一瞬で食べて終わっちゃうものを、その見た目も華やかにして、かつお祝い事とか普通の食事でも、いやどこかなって食べて長く楽しめるようにこうなってると。貴重な鉄分源です。ということで、ラーズーチ発祥系のお店で貴重な食体験ができました。ごちそうさまでした。
今お昼ご飯食べ終わりまして、ここからですね、山道登ってくるときにロープウェイが見えたんですよ。ロープウェイ乗り場まで歩いて約1キロなので歩こうと思うんですが、100度地図が示してる道通りに今歩いてるんですけど、大丈夫かなこれ合ってるかな。でもなんか一応道通りに合ってる。一応 GPS は聞いてる、ここ。やばいやばい。でも下がっちゃってるからさ、また登んなきゃいけないんだよね。道があるでしょう、ここに。これさすがにこっちっすね。でもまだ下るんだけどこれ。ですね、山道を歩いて上の駅まで行くのは不可能と判断しましてディディを呼びました。結構近くまでは車で行けるみたいです。下らなくてもよかったディディでまあまあ1キロぐらいのところでこれ以上行けないよって今降りました。まあでもほら帰りは下ってその駅からもうディディ乗れるんで。もう500メートルぐらい来たんじゃ来た。でもこっち行けって言ってる。ない？あ、ほらほら。あと半分ですね。まあここは確かにもう車無理だよね。見えた。動いてた。ロープウェイが見えました今ちょこっと。なんでこんなことになったのよ。でもなんかわかる。すごいいい景色見れそうな気がする。おお。急に人里。コーラ振ったらやばいんじゃない？いや。ちょっとこの最後の階段が殺しに来てる。いいよ。着きました。ロープウェイの料金が往復だと50元、私たちは上から下に下るので30元です。意外と混み合ってて乗るまでに20分ぐらい待ちました。だからもうみんな駆け込むように乗ってる。すっごい早いから。やばいやばい、どっちだからな。ちょっと前でさ構えて待ってたら。いや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 、唐突。怖っ。うわ、結構水天直下じゃん。うわ、怖い怖い怖い。持ってたいけどゆっくりだよね。意外とうわ、綺麗。ロープウェイの定員は2名ですね。結構速度はゆっくりなので怖くは全然ないです。この辺から結構綺麗に見えるんじゃない？重慶高層ビル多すぎない？こう見ると。降りる時もめっちゃ急いで降りるんですよ。引っ張り出されてるよおばあちゃんたち。先生。ロープウェイに乗ったのが約18分。結構長めのトリップでした。いや、いいから。いや、なんなんだろう。ガーランシャンのロープウェイも無事乗れまして、下山しました。真夏はちょっと暑すぎるんで、ロープウェイちょっとやめた方がいいかもしれないですけど、春と秋はすごく綺麗な景色見れるので、いいんじゃないかなと思います。重慶最後の2泊はホテルを移動してきまして、ラッフルズシティのすぐ目の前にある高層タワー、重慶オーチェン航空後継ホテルです。この辺りには高層ビルのホテルがたくさんあって、意外とお手頃価格で泊まれるっていうので宿泊してみることにしました。こっちだった。今日泊まるお部屋は30階の04号室です。こちらのお部屋はロフト付きのお部屋になってまして、1泊1部屋14,500円です。大人3名でこの値段になってます。広さは71平米あるということです。中見ていきます。とにかくビューが綺麗そうだったんでこちらのホテルにしましたが、目の前にラッフルシティがありまして、奥に川が見えるリバービューとなっております。30階で目の前に遮るものがないので眺望がめちゃくちゃ綺麗ですね。しかもここ長江と下遼江の合流地点もよく見えます。夜の景色はこんな感じです。お部屋入ってすぐのところにクローゼットコーナーがありまして、スリッパは使い捨てのものではないものがあります。冷蔵庫は小さめのタイプで、お水は備え付けで置いてあります。ケトルもありまして、ティーは紅茶と緑茶が1つずつ。少ないね。ベッドは2つあるんですけれども、1つ目がまずクイーンベッド。ちょうどいい、硬すぎず柔らかすぎずです。かなり大きめのソファーがありまして、ベッドの正面にはテレビがあります。ここが普通のホテルと違うとこ。なんとリビングに大きなバスタブがあります。このバスタブで浸かりながら美しいリバービューを見ることができるんですね。大人2人ぐらいならゆったり入れるかなり大きめのバスタブです。
ベッドのすぐ横に洗面所とおトイレがありまして、シンクは丸いタイプで、鏡はかなり大きめ。アメニティは歯ブラシと石鹸、あとシャワーキャップがあります。トイレは TOTO のウォシュレット付きのタイプ。で、ロフトに行きます。ロフトからの景色もかなり開放感ありますね。ロフトにも大きなクイーンサイズのベッドがあります。シャワールームはこちらになってまして、トイレもこの部屋には2つあります。洗面台があって、ドライヤーがあります。シャワーは手持ちのタイプと上から浴びられるタイプですね。備え付けのシャンプー、コンディショナー、ボディーソープがあります。シャワーの水圧は結構強め。ラグジュアリーな雰囲気もありながら、すごく綺麗な景色で、1泊1部屋14,500円はかなりお手頃価格なんじゃないかなと思います。今日は開放日エリアで行列ができる人気の火鍋屋さんで晩ご飯をいただきたいと思います。夕方の今5時なんですけれども、4時ぐらいの時点で順番待ちを見たら30組待ちぐらいだったので、1時間ぐらいで残り今9組待ちになってるところです。結構ね、夜遅い時間になるとどんどん行列になるみたいなんで、早めに行くことにしました。ラフルズシティのホテルから歩いて1キロぐらいで着くので、今歩いて向かってます。今日から金曜日で週末になるので、この中心地の観光地エリアもどんどん人が賑わってきてますね。あと何組待ちですか？4組だ。ちょうどいい。今日の晩ご飯はこちらチャオジエラオフォーグオでいただきます。こちらのお店はですね、重慶の火鍋売上人気ランキングで常に上位に入っているお店です。観光客の方も地元の方もよく訪れるお店ということで入っていきましょう。すんごい順番待ちじゃないか。はい、なんだかんだで100分待ちでしたね。このお店は観光地のど真ん中にあるんですけど、ここまで人が来る理由は何なんだろうかっていうので、すんごい美味しいんじゃない？注文は QR コードでするスタイルになってます。この店の鍋底はハーフハーフでも1食でも値段は一緒の18元なんですね。安いけど美味しくてアクセスがいいなのかもしれない。トマトとマーラーのハーフ&ハーフにしまして、マーラーの方は辛さが4段階ありましたので、一番辛いのにしました。マーラーで辛いのに唐辛子を入れてしまうっていう。ここはごまだれもあるよ。嬉しい。結構ないとこ多かったんで。辛さ対策に良さそうな飲み物があって頼んでみました。これで22元って結構高いよね。かもちです。ここはなんか最初に鍋底を選ぶときにこのトッピングで選べるタイプになってました。いただきます。うまい。ここのかもちうま。好きだわ。硬さもちょうどいいですね。なんか豆腐っぽい感じだけど美味しい味になっててうまいわ。じゃあまずは卵漬け牛肉。これ人気らしい。牛肉。うまっ。叩いてるのかな。で卵でコーティングしてるから表面がつるっとしてて、マーラーのタレにめちゃめちゃ合います。ここは入り口にセンマイとか腸とかの内臓系が大皿にすごいたくさん盛ってあって新鮮ですごく美味しそうだったんで、センマイこれ15秒だって。すごいよね。センマイって結構表面のつぶつぶのところにマーラーがついて辛い。新鮮じゃないもつって食べて飲み込んだ瞬間にちょっと後味きたりするけど、全然そんなことなくすごく食べやすくて美味しいです。肉団子。ここのマーラーの鍋底はめっちゃ辛いけど全然美味しく食べられるレベルの辛さだから、辛いの得意な人は一番辛いのにしても大丈夫じゃないかなって思います。なんか面白い方が、いやー、店の方がサービスしてくれました。ガチョウの腸です。人気メニューということだったら頼みました。もちもちしてるもの初めて食べる。とんでもなく汁を吸ったらちょっとびっくりしたんじゃないですか。大福の皮みたい。
これを食べた瞬間に今汗が吹き出てる。でんぷんが全てを壊した今均衡。それまではうまく食ってたのに。あ、豚肉です。豚肉も牛肉と一緒で柔らかい。卵がコーティングしてあるとこうも違うのか。唇がアヒルみたいになってる。でもちょっとなんか重慶で火鍋屋さん調べてた時にうなぎの火鍋屋さんも結構人気だったんで、ここの重慶の人たちは火鍋にうなぎを入れるのが結構ポピュラーなのかなと思ったんで、うなぎを頼んでみました。5分やってくださいって書いてあったけど、もうそろそろ頃合いかなって。私日本でもうなぎが大好きなんですよ。まず表面がアクだらけなんですよ。これを多分まず取る作業から、これをそのままいくとやばい。いただきます。生臭さも本当ないです。柔らかくて、そのまま入れたからかちょっとニュルっとした食感もあるんだけど、全然火鍋に入れる理由はわかる。やばいやばい、いたわ。トラウマになるぐらい生臭い部分が部位によるわこれ。最後は牛肉と卵チャーハンで締めたいと思います。やっぱこの牛肉が一番美味しかったかも。あとここはね、この目玉焼きが2個乗ったこの卵チャーハンも人気っていうことです。みんな頼んでる。卵を乗っけてくれるスタイル。もやしが入っててシャキシャキした食感と香ばしい卵の香りがする美味しいチャーハンですね。最後の一口。重慶の本格的な辛さも感じながら、トマトで休憩したり、麻雀で食べたり、新鮮な内臓もすごく美味しかったですし、初めて火鍋に入れたうなぎは新感覚で食べてみてよかったです。全部安いです。すごく安くて本格的な火鍋を味わえて、あとこの立地の良さ、事前に予約もできるので、ここに来たら外れはないと思います。すごく美味しいです。ということで、ごちそうさまでした。火鍋食べ終わりまして、ここから歩いて1キロぐらいのところにあるユニット B って呼ばれてるサイバーパンクネオン都市みたいなところがあるので、そこへ行ってみたいと思います。今日金曜だから多いよね、人。出店みたいのもたくさん出てるし、見て、あそこにちっちゃく得意世界って書いてある。あれがユニット B や。でもこっからだとむしろ暗くなってる気がするんだけど、どうなんでしょうか。ここのネオンは何時までついてるんだろうか。得意世界ユニット B に到着しました。こちらはですね、ネオンがきらびやかな場所でして、お酒を飲んだりちょっと買い物したり楽しめる場所ということで探索していきたいと思います。なんかさ、サイバーパンクだったんだろうけど、なんか結構暗く感じちゃうな。お酒飲むとこあるのかしら。なんか火鍋屋さんが多いかな。ミラーボールとかになってる。ちょっと歩いてみよう。ここは順番待ちしてるね。なんかサイバーパンクじゃない。今日の長江と下遼江の境目やばい。めっちゃわかる。右側が長江で左側が下遼江です。長江の方がちょっと茶色っぽいんですね。で、下遼江の方がグリーンというか、ちょっと水色っぽいグリーンの色です。今日は重慶最後の夜ご飯ということで、こちらのお店に来ました。ザリガニの専門のお店なんですけれども、中国で一番パンチの効いたマーラーのザリガニを食べたいということで、こちらでインパクトのあるザリガニを食べたいと思います。こちらのお店はナイトスポットとして人気の観音橋エリアのちょっと外れにありますヤンハーというローカルエリアにある重慶でザリガニの口コミ評価がかなりいいお店となっております。それでは入っていきましょう。
今土曜日の7時半ぐらいで外に待ってる人は7、8組ぐらいはねいたと思います。ここ事前に人数と時間指定できるので結構ね予約してその時間に来る人が多いんだと思います。今回はね中国版の食べログみたいなアプリがありまして、こちらに出てますけど、そちらから予約をした時にこのお得なセットを頼みました。でこれが360元のザリガニのセットがここから予約すると260元ぐらいで頼めるよってやつなんですけど、その味を全部マーラーにしました。もうほとんどの人が全部ザリガニを食べてますね。でザリガニ以外にもカニがあったりとかエビがあったりアワビがあったりもするんですけど、メインはもう本当にザリガニがおすすめの店っていうことです。本当に一人一皿です。持ってとりあえず。豪華や。1人1個ある。重慶ビール大きいサイズ。どうも乾杯。ここのザリガニもまあまあでかいですよ。ほら生きてたしね、さっき見てたら生きてるやつをチャッチャッチャって入れて大鍋でバッバって。カニと一緒でザリガニ食べてる時も静かになっちゃうんですよね。うわ辛い。少し辛い。この重慶で学んだのは最初にそんなに辛くないなと思ってだんだん来ちゃうっていう。9、10、11、12。ここのザリガニ手でかくない？手がでかいよね。結構食べられるやつだよね。いやでも確実に分かるのはもうここ数日間でマーラーに体が順応してきちゃってるっていうのはある。本当に来た初日から何日間ぐらいはちょっと食べ過ぎるとお腹痛いなってなったけどないもん。もうマーラー中日本に戻ったらどうなっちゃうかな。毎日食べないと気が済まないから。で確かに余裕があればチュアンチュアンも行きたいなっていう。本日夜以前の動画でも言ったんですけど、中国は世界のザリガニ消費量で約9割を担っているザリガニ大国なんですよ。だから中国はザリガニの料理がすごくたくさんあるし国民食になっていてとっても美味しく食べられるんです。もう終わっちゃう。早いな。早いですよ。でここのマーラーはねコクはあるけど辛さが食べ進めてもそこまでものすんごい辛いってわけじゃないかな。爽やかな辛さというか、後に引かない香りがザリガニの旨味を残して食べられる感じ。マーラーがただ油があるだけじゃなくて結構いろんなスパイスが入ってるので口の中に入れると香りが広がってかなり美味しいです。追加で餅頼みました。これをねマーラーに絡めるんだよ。なんかかまぼこみたいな。ザリガニよりも辛さを感じやすい。辛そうだ。いけすに入ってたカツアワビも頼みました。ネギ油味です。カツアワビが6個で68元。火はちゃんと通ってんだけど結構レアめな感じで食感はちゃんと残っててすごく美味しいです。このソースは少し甘め。生姜とニンニクとネギの味と少しだけ唐辛子の味がする。今回お皿で出てきちゃったんですけどなんか本当はこういう感じでハートのお皿に出てくる形のが人気のお店でだからインパクトがあるって言ったんですよ。コンタスタに来たのが良くなかったのかこのハートの皿が出払っちゃってたみたいでちょっと運悪く全部普通の皿で出てきちゃったんですね。超当たり答え。いや、それ食べてからそれ食べてからウニ食べに行こうかね。見てください。ウニじゃないですか。ザリガニ味噌乗っけた。うまい。違うな。一気に来るとかさ。あっという間に最後の一匹になってしまいました。
ここから歩いて10分ぐらいのところにキューガイっていうバーとかクラブとかナイトスポットで盛り上がってるエリアがあるということで、そちらに行ってみたいと思います。そのあたりにね、結構チュアンチュアンシャンのお店もたくさんあるらしい。一応この通りがそのクラブで一番有名な店があったりとか、夜盛り上がるらしいんですけど、まだ夜9時だからか思ったよりは静かだけどね、なんかバーとかカフェもあるね。徐々に盛り上がっていくんでしょうか。中国って結構なんか夜落ち着くの早いイメージあるけど、ここはちょっと違うのかな。生演奏のバーがあったり、とにかくでもちょっと今歩いてまだ5分ぐらいですけど、とにかく若いわ。多分本当大学生とか本当20代前半ぐらいの人が多い気がしますね。弾き語りがなぜこんなに。呼び込みの人も結構いっぱいいるわ。18金どころか18歳から22歳ぐらいまでしかいないんじゃないでしょうかっていう、ちょっとタトゥーが入った中国の若者たちみたいな感じかな。いや面白いのが、結構こういうエリアなのにバリバリカフェがあるんだよね。カフェとか甘いもの買う店とか。あ、おまわりさんがもう監督してますね。こうね、ここに今おまわりさんがいたんですけど、ちゃんと街の治安を守るためにこう見守ってますね。結構いる。呼び込みね、呼び込みする人はさ、名札をつけなきゃいけないんだね。空予備校みたいな。これガールズバーの子じゃないの？こうやって立ってんの。いや、なんかさっきはね、ホストっぽいのと、なんか、いや、じゃなんかコンカフェみたいな。めっちゃ声かけられるけど。すごいじゃん。あ、ほら、見て、もう女の子に声かけてさ、呼び込みしてんだよ。俺の店来ないっつって。でもなんかたむろしてる若者もめちゃくちゃ多いんだよな。もう着くよ。このビルだよ、このビル。このビルってなってんだよね。本当に？あっただ牛なんとかクシクシ。あ、これ。呼び込みの人が多すぎるんだよな。もうおじさんはもう格好のカモだからね。カムスハムニダじゃないね。牛膜をクシクシ終わりました。すみません、最初からここでよかったね。一応この旧町で人気のチュアンチュアンシャン、やっぱり最後の夜は派手に行きたいよねっていうことで、多いんだな。こちらのチュアンチュアンシャンで重慶本場の辛さを最後にガツンと味わいましょう。ほら見てください、地元の人も全然いますしね。夜なんでこの店いい匂いしますよ。店内は結構ネオンな感じの作りになってますね。寿司なのでスープ深め。あ、黒いんですけどもうすでに。お酒とあ、なんか新鮮な肉。結構デカめの。お。いや、面白くないですよね。お疲れ様でーす。ゾーン。特に辛さ聞かれなかったな。乾杯。おお。だから一旦次いつ来れるか分かんないから、マーラーの味を胸に刻みたい。個人的に嬉しかったのは海鮮が美味しいって分かったというか、いろんなもんがあるのねって。でそもそもマーラーのスタイルが好きだから、マーラーのスタイルでいろんなもん食べれるんだったらまだまだ滞在したかったなって感じ。安いよね。すごく安いね。帰りたくない。意外と早かったですね。牛肉わあ、うまい。5本追加で。こういうもんなんだこっちはちゃんちゃん。パクチー牛肉。あ、これうまい。辛い。辛い。チュアンチュアンの中に入ってるじゃがいもが一番好きかもしれない。うまい。山クラゲ。
絶対山クラゲうめえ。ちょっと正直言うと打ち上げ気分になってきちゃってて、だからもう今日ちょっと飲んじゃおうかなみたいな。いいですか？本当に濃厚な12日間だった本当に。ここ普通にうまい。全部入れちゃっていいんですか？いや全部入れないでもういいよ牛も入れちゃえうまっ。辛っ。マーラーの牛肉辛い。普通の肉をかかりますね。魚だ美味しい。てか山クラゲを日本に持って帰りたい。美味しそう。今の時間冷めてから食わないとやられる。いや、めっちゃ辛い時なんですよ。それ熱いからあ、辛い。いや、冷ましてます。これあ、やって。あれダメだようずらうまっ。食えばうまいんでしょうけど。明日帰るからさ。うますぎ。このマーラうまい。本当に辛いけど。まあ、いや中継最後に本場のチュアンチュアシャン食べられてよかったです。重慶のマーラは本当にパンチが強い。すごく美味しかったです。ごちそうさまでした。明日はもう空港に朝に行って日本に帰ります。重慶空港のラウンジに来ました。ラウンジの広さは結構小さめなんですけども、普通の飲食店みたいに定食が1人1個頼めるようになってます。四川ならではの麺があったり、嬉しいのがなんか日本の豚骨ラーメンみたいなパイタンかな、なぜかうなぎもある。定食類があるからか他の品揃えは結構少ないんですけども、ジュース類もあるしお酒もある。コーヒーもあります。来ました。結構ちゃんとしてる。唐揚げが3つとラーメンとキムチとなんか野菜の漬物、結構量多め。ちょっと薄いですね。マーラーと塩を入れろっていうことかな。あそうだよね。まあでも全然いいです。キムチも入れちゃおう。もう全然なんかチンのラーメンとかあるじゃないですか。あんな感じです。鶏って書いてあったから多分鶏白湯なんだと思いますよ。マーラ言うと重慶正面になっちゃう。麺が重慶正面の麺だもんね。ラーメンの麺じゃない。久しぶりに唐揚げを食べた。ごちそうさまでした。飛行機乗ります。よかった間に合ってよ。びっくりしたのが19分に搭乗開始してもう25分にもう締め切ります。6分。帰りは中国国際航空です。席は結構ゆったりしてます。小さい機内ですけど半分ぐらい埋まってるって感じですかね。割と空いてます。機内食が来ました。フィッシュライスかポークライスが選べまして、フィッシュがこちらです。ポークはこちら。見た目は全く一緒です。鶏のピリ辛和えと果物と飲むヨーグルトとパンもついてます。マーラー味のザーサイ。見た目はカレーみたいな感じなんですけど、なんかオイスターソースで和えた煮物とご飯って感じですね。魚のフライが入ってます。魚以外にもじゃがいもとか、あと山クラゲも入ってます。具だくさん。
おかず。ピリ辛チキンとレンコンと枝豆が入ってます。ポークの方もいただきます。ポークも味付けは一緒です。